その甘いだけの言葉、本当に薬になるスピリチュアルですか？毒じゃないですか？はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。幸せになりたいと思ってスピリチュアルを学んでいたはずが、いつの間にか成長を妨げ、かえって人生を停滞させてしまうことがあります。今回はそうなりやすい人の特徴と、そうならないための心得についてお話ししてみたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。いいねやチャンネル登録、コメントで応援していただけるととっても励みになります。SNS でもいろいろ発信してますので、フォローよろしくお願いいたします。はい。では今回はスピリチュアルが毒になる人、薬になる人というテーマでお話ししてみたいと思います。前回のこちらの動画、見てくださった方からとっても好評をいただいています。動画の前半でこういう人は引き寄せの才能がありますよというお話をして、後半の方ではなかなか引き寄せできない人のための改善方法についてお話ししましたね。コメント欄だけでなく X などでも今まででベストな動画だと思います。子供にも勧めたいって言ってくださったり、X のアカウントを開設して最初の投稿をするきっかけになったと言ってくださる方もいらっしゃいました。背中を押してくれたスーパー動画って私の動画をね紹介してくださってとっても嬉しかったです。今回はこの前回の動画の後半部分をさらに深く掘り下げてみたいと思います。ではおさらいで特にこの大事なシーンをリプレイしてみますね。ここを起点にお話ししていきますので、前回もご覧になられた方ももう一度ご覧ください。本当の願いに向かうのが怖くて、何か言い訳を探してやらないでいることはありませんか？人の命がいつまであるか誰にもわからないんです。明日何が起きても後悔しない生き方をしましょう。本当に叶えたいことにチャレンジするのってなんかね、自分の限界を知ってしまうようで怖いものなんですよね。私にも経験があるのでわかります。でもね、自分に何が向いているのか向いていないのかもわからないまま年を取っていくことの方がよっぽど怖いと思いませんか？そしてね、やらなかっただけで本当はできたはずなんだとか、本気出さなかっただけとかね、こんな言い訳ずっとしていくんですか？もうめっちゃかっこ悪いしダッサくないですか？もういい加減終わりにしましょうよ。はい、ということでね、前回動画の一部分なんですけど、これね、私的にはちょっとねかなり辛口だったかなって思ったんですよ。でね、きつめに感じた方もいらっしゃったらすいません。それでもあえてここまで切り込んだのは、皆さんにご自分のことをね客観視してほしかったからなんです。そしてよし、そこまで言われるんならやってみるかってね奮起してほしかったんです。だからね、これを見て実際に動いてくださった方がいて、私のね真の思いがちゃんと伝わってるなって本当に嬉しかったです。ですので今回も皆さんを信じてね、ちょっと耳の痛いお話かもしれないんですけど聞いていただきたいと思います。今回のスピリチュアルが毒になる人、薬になる人というタイトル、どういう意味かっていうと、引き寄せの法則や潜在意識、波動の法則などを学ぶ中で、様々な願望実現に関する言葉を聞いた時にどう受け取るか、現実的な行動にどう反映するかで効果は全く違ってしまうということです。ではまずスピリチュアルが毒になってしまう人はどういう人か挙げてみましょう。結構多いなと思うのは、自分に都合よく意味を書き換えてしまう人です。宇宙にお任せとか宇宙に丸投げなんて言葉がありますよね。これをね、何もしなくても宇宙が勝手に願いを叶えてくれるんだって思っちゃうんですよ。そしてね、何も行動を起こさなかったり行動できないのは潜在意識のブロックがあるからだ、仕方ないことなんだってね、勝手に意味を書き換えちゃう人です。ここでね、ちょっとぐさっときた方もいらっしゃるかもしれないですね。自分は何にもしないで責任もなくて、全ては運のせい、潜在意識のせい、波動のせい、そして行動できないのはお金がないせい、時間がないせい、インナーチャイルドのせい、毒親のせい、そして周りの人のせい、とにかく全てが自分以外のせい、いわゆる多責思考なんです。今の自分が幸せじゃないのは自分のせいじゃない、被害者だって思いたいわけね。自分を必要以上に悪く考えて責めてしまうのも良くないんですけど、スピリチュアルを都合のいい隠れ蓑にしちゃダメですよ。勝手に自分で解釈をねじ曲げておきながら、最終的に叶わなかったらスピリチュアルのせい、これってもう依存なんですよね。
大人になってから自分の人生がうまくいかないのは自分のせいです。もちろんね、子供時代の大きな心の傷が影響することはありますよ。でも立て直すのは自分自身。自分の人生は自分で作るものだし、出会う人も起こる出来事も全ては自分の波動次第なんです。スピリチュアルのね、ふわっとした甘い部分だけ都合よく利用して、その場しのぎだけのいい気分になって、問題解決のための行動を何にもしない。これはね、ただの現実逃避なんですよ。動かない自分に言い訳ばっかりしても現実は何にも変わりません。だからこそ前回動画のね、こんな言い訳いつまでするの？ダサくないですかっていう言葉が出たんです。こういう言葉を聞いてね、ぐさっときました。確かに自分に言い訳していたなって思いました。今年こそ本気で行動するぞって思いましたってね、こう言ってくださる方何人もいらっしゃったんです。私ね、本当に嬉しかったし、ほっとしたんですよ。こういう方はまさにスピリチュアルが薬になる人なんです。耳の痛い言葉もしっかり受け止めて、今の自分に必要な気づきや学びなんだって受け止めて、人生を変えるための行動に移せる人。こういう方はこれから絶対にいい人生が開けてきます。またね、失敗もすべて経験と学びにして試行錯誤しながら前に進み続ける人。やりたいことを楽しみながらこうなりたいなって思える自分を目指して行動ができる人。こういう人は間違いなく成功できます。その中で何か壁にぶつかったり悩んだりした時にスピリチュアルの知識が生きてくるんです。自分で考え行動に反映し、現実的な壁を乗り越えていくのが生きたスピリチュアルだと私は思います。はい、ではスピリチュアルが毒になってしまう人、2つ目は言い訳ばかりして行動しない人。こういう方は願望実現や引き寄せの法則には行動することが大事だよってね、何度言ってもまず動こうとしません。そして先ほどのね、一つ目でもお話ししたように、できていない自分を認めたくないから都合の悪い言葉は聞き流して、ただ甘くてイージーな部分だけを拾い集めて自分に都合よく書き換えてしまうんです。ネガティブなことをね、ポジティブなことに変換するのはいいんですよ。でも学びや、理論理屈をね、自分勝手に書き換えてしまったら学ぶ意味がないじゃないですか。ありのままでいいってことはこのまま変わらなくていいってことですよねとか、自分を愛するってことは今のまま何もしなくていいんですよねとか、何もしていない自分も愛せばいいんですよね。宇宙が勝手にいい感じにしてくれるんですよね。気分が乗らないってことはやらなくていいってサインですよね。こんな感じですよね。ありのままの自分を大切にするって変わらなくていい、何もしなくていいという意味ではないんです。今の現状がね、うまくいかないことばかりで幸せではないんだったら、何か変えないとまずいよっていうサインですし、今のあなたが本当のあなたじゃないでしょ。まだあなたは本当の自分になれてないよ。磨く余地があるよっていうことなんです。まだ自分の 100% の力を知らないでしょ。でも現状を変えるのが怖くて、行動して失敗するのが怖くて、自分の限界を知ってしまうのが怖い。だからそうやっていつまでも本当の自分から逃げ回っているんですよ。わかりますよ。私もそんな時期がありましたから。現実逃避してね、夢ばっかり見て、でスピリチュアルの本だけ読んで分かったつもりになってね。でも何もしないと悩んでいる現実は変わらない。あれ？おかしいなって。でもね、実際に思い切って行動に移したことで人生がどんどん変わっていったんです。私がね、自分の体験を持って経験してるから言ってるんですよ。皆さんにはね、かけがえのない時間を無駄にしてほしくないんです。もちろんね、今に満足しているんだったら無理に変える必要はないですよ。でも現状に何か不満があったり、叶えたい夢があるからこそスピリチュアルを学んでるんじゃないですか。それなのに自分は何にも変わらないで、行動も変えようとしないで、波動さえ上げていれば叶うんですよね。宇宙銀行からお金がどんどん入るんですよねって、そんなわけないでしょ。たまたまの臨時収入に一生期待して神頼みだけで生きていけると思いますか？それこそスピリチュアル依存のやばい人になりかけてます。スピリチュアルは現実とのバランスがとっても大事で、取り扱い注意。毒にも薬にもなるから気をつけましょう。そしてね、この世界っていうのは物理法則、エネルギーの世界ですから、何にもしなければ何にも変わらないです。ただ精神的に依存してね、理論理屈を学んだだけでやったつもりになってるだけなの。こういう方はスピリチュアルが毒になっている可能性があります。
あなたが本来もともと持っている生きるエネルギーを枯渇させて、魂レベルまで下げてしまいます。そしてやる気も自信もどんどんなくなっていきます。ちゃんと必要な行動はね、楽しみながら無我夢中でやって、結果は宇宙にお任せなんです。そしてお金が今必要なんだったらやることがあるでしょってことなの。行動できないのは潜在意識のブロックがあるからなんだって、解除しないと行動できないんだって思ってる方も多いと思いますが、ブロックなんて誰にでもあって当たり前ですし、外そうとすればするほど外れないんです。でもね、外さなくても行動ってできるんですよ。私のこちらの動画を一度ご覧になってみてください。ブロック解除しなきゃっていう思い込みがさらなるブロックになってるんです。ブロックなんかね、あるまま連れていけばいいんですよ。ブロックを引きずりながらでも行動しているうちに外れてる、そういうもんなんです。やってみてできたっていうね、成功体験こそがブロックを外すんです。でね、ブロック解除のやり方を教える高額な講座とかもねあるようですけど、自分で行動しちゃった方が早いし確実ですよ。経験に勝る学びなし、時間とお金がもったいないんじゃないかなって思います。ここまで厳しいこと言ってもね、やらない人は右から左やらないですからね。でね、毎日お金がないとか、周りにね嫌な人ばっかりだとか、不平不満ばっかり言いながら、どんどんお手軽なスピリチュアルもどきに逃げちゃうんですね。だから神様から試練が来るんです。前のねこの動画でもお話ししたように、いろんなトラブルが起こります。だってね、そこまで思い知らないと変わろうとしないんだもん。あなた人生本気で変える気あるって試されてるんですよ。でもね、今辛いかもしれませんけど、だからこそ大きな転機になるんです。過去の辛かったトラウマとかもね、自分で行動して乗り越えるから解消できるんです。トラウマをバネにできたから成し遂げられることもあるはずです。他の人にねお金を払ってあなたの心の傷を解消してもらうんですか？それこそ他人に依存して自分の人生を丸投げして、自分の人生をね大切にできていないじゃないですか。かけないといけないのはお金じゃなくて、あなたの自分自身への愛なんですよ。あなたを変えることができるのは、あなたの自分自身への本気の愛だけなんです。もう本当にそれだけなんですよ。覚えておいてくださいね。あともう一つよくあるのは、チャレンジを大げさに考えすぎてしまう人。失敗が怖くて動けない人は、自分への期待や理想が高すぎるのかもしれません。最初から高い目標を持ちすぎてるんですね。自己肯定感が低い人って2通りあって、すごく自分のことをね低く見すぎてしまう人と、ありのままの自分を受け入れられなくてつい虚勢を張ってしまう人もいます。自分に自信がないからこそ無理をして大きく見せようとしちゃうんですね。それで、チャレンジするってなると、初めから大きな借金をして無計画なまま勢いだけで起業しちゃって、で大きな損失を抱えてしまうんです。考え方が極端なんですね。0-100思考というやつです。チャレンジってね、やり直しが効かないほど無理なやり方をすることじゃないですよ。無理をしてカッコつけようとしなくていいんです。バッティングセンターに初めて行って140キロの球を打てなくてもいいんですよ。で温泉に行ってさ、旅館で友達と卓球して勝たなくてもいいじゃない。ああ面白かった、楽しかったねっていいじゃないですか。全てを勝ち負けで判断したり、人と比べたり完璧じゃなくてもいいんですよ。まずは今の自分にできる範囲で楽しむこと、スモールスタートが大事なんです。お金持ちで知られる実業家の、元 ZOZO の社長の前澤さんだって、最初はね海外の輸入レコードとか CD のカタログを売っていたのが始まりなんです。最初から今の前澤さんになったわけじゃないの。少しずつ目標をクリアして、で一歩一歩積み重ねていって大きく育てればいいのね。小さな成功体験の積み重ねこそが本物の自信になっていきます。動けない人って失敗して傷つきたくないからカッコつけちゃうんですよ。口だけね大きいこと言っちゃうんだよね。本当はやればできるんだけど時間がないとか、お金がないから今はまだできてないだけとかね、まだ本気出してないけど本気出したら俺はすごいんだぞとかね。じゃあいつ本気出すのって、とりあえず今できることやろうよってことなの。失敗することがかっこ悪いことじゃないんですよ。言い訳ばっかりして行動しなかったり、見栄ばっか張って言葉と行動が一致していない、こういうのがかっこ悪いしダサいことなの。失敗してもいいのよ。でもね、ダサい生き方するのやめようよ。やってみて違うなと思えばやめればいいじゃん。そしてまた別のこと始めればいいんですよ。本当にやりたいことなら続くはずなの。
あと頑張りすぎて無理をしないこと。続くものも続かないんです。合わないんじゃないの。やり方を間違えてるだけなのよ。私もね、前は週2で動画作ってましたけど、今は週1にして、であとはねショートにしてるんですね。とにかく無理なくで今という瞬間を楽しむこと、まず続けてみることが大事なんです。そうしないとね、本当の楽しさもわからないんですよ。私ってね、もともと超スーパー三日坊主なんで、続けるってことだけでもすごいチャレンジなんです。でね、楽しむって楽をすることじゃないんです。何にもしなかったら、確かに疲れはしないけど楽しくもないでしょ。楽しいことをするとね、心地よい疲れってあるんです。ライブとかね、旅行に行った時そうでしょ。でもこれ気持ちいい疲れだからね、全然平気なの。そしてね、本当にやりたいことで今すぐにお金を稼げなくてもいいんですよ。まず稼げることを別にしながら趣味で始めればいいんです。じゃあ稼げることって何かっていうとね、あなたが得意なことでスキルがあること。好きなだけじゃお金って稼げませんからね。人の役に立った分だけお金が入ってくるわけだから、好きなだけではなくって得意で人の役に立てること、そういうスキルがあることを仕事にしましょう。だからね、いきなり起業するとかじゃなくて、まずは副業とかね、趣味でやってみて、で少しずつ腕を磨いて自然にスライドしていけばいいんです。私だってね、最初から YouTube 顔出ししてませんでした。声だけから始めて、で動画編集もね、今みたいにできたわけじゃないですよ、最初から。でもね、できることから少しずつ始めて、続けるうちに上達してきただけなんです。でもね、もともと記者の仕事をしていたので、台本自分で書けますし、あとパソコンもねずっと使ってましたから、動画編集覚えるのも早かったし、あと MC のね仕事をしたこともあったので、話すスキルもある程度はありました。そして占い師をやったり、あとスピリチュアルがね、子供の頃から好きで研究してきたことなど、自分がもともと持っているものやスキルを総動員しただけです。全部独学ですし、自分一人でやってます。これね、ブロックが外れたらやろうなんて思ってたら、今でも絶対やってません。だから今でもね、顔出しのブロックがあるから、こんな伊達メガネしてるでしょ。今できる範囲でやればいいんですよ。それでもね、登録者の方がありがたいことに増えていって、でコメントでもね応援していただけるから、こうやって続けられるんです。私もね、完璧なわけではないですし、学びながら成長している途中なんです。だからね、皆さんも最初から完璧にしようとしなくていいんですよ。自分だけの宝物をちゃんと使って、できる範囲で無理せずにやればいいだけです。いきなりね、大きな借金をして、起業してね、波動を上げていれば成功するんでしょって、スピリチュアル学んでいれば大丈夫なんでしょって、そういうことじゃないんですよね。楽しみながら自分で研究して工夫してね、そして続けること。スピリチュアルだけに頼らずに、地に足をつけた行動もしないと現実は変わりません。ただね、運と神頼みだけして、でも焦りや不安でいっぱいでね、でスピリチュアルの理論理屈だけどんどんインプットして、とりあえず自己満足、こういうループにねハマっちゃうと、気づいたらスピリチュアル廃人ってことになりかねません。別にね、覚醒したからといって、チャネリングができるからといってね、人より優れているわけでもないですし、急に生活が豊かにね変わるわけでもないんです。本物のスピリチュアルって、本当の自分に目覚めて、で自分を愛するためのものでね、実はすごくシンプルなものだと思います。今までね、自分が見ていたはずの世界がこんなにキラキラしていたのかって気づけたり、今の生活の中にもこんなにたくさん幸せがあったんだって思えたり、そして周りの人への感謝とか、過去のね辛かったことも全部自分の学びのためにあったんだなって思えたり、自分の内側の変容によってね、こんなにも見える世界は変わるのかって、こういう当たり前のことに目覚めることなんです。自分がそうやってね、毎日を満たされた気持ちで過ごして、やりたいことも勇気を出してね、一歩踏み出して、で自分がねどんどん好きになっていく。他の人の承認や評価なんていらないんですよ。そして楽しいことに夢中になって取り組んでいたら、気づいたら夢が全部叶っていた、こんな感じですね。宇宙の流れに逆らわずに、自然体でね風に乗って生きる幸せや喜びを感じられるのが本当のスピリチュアルなんじゃないかなって私は思います。覚醒体験とか奇跡体験、直感能力がなくても、あなたが別に劣っているわけでもないし、スピリチュアリティが低いわけでもないんです。
これまでね頑張っても報われなかったことが、たくさんあって、で心がねすごく傷ついて、いろんなことが怖くなってしまって、あと不安でね、そしてたくさん我慢してきたから、あなたはねこれ以上傷つかないように心の目を閉じてしまったのかもしれません。危険からね自分を守ろうとする自己防衛本能が強くなりすぎちゃって、自分の本当のパワーをねまだ出せていないだけなんです。なので私はねちょっと厳しいことも言うんですけど、この愛のエネルギーを込めて、皆さんの固いね心の壁のブロックに風穴をこじ開けて、体の中に滞っている皆さんの本当のパワーを引き出したいって思ってます。ブラック豆子、黒豆なんて言ってね時々登場してますけどね、トラウマもブロックも全部無駄じゃないの。全てが学びで、あなただけの宝物で大切なスキルなんです。そしてそれを全部あなたの行動のためのエネルギーに転換してください。私の動画を見てくださっている視聴者の方たち、そして私の周りにいる人たちが次々と人生が変わってきています。その人たちに共通しているのは、自分の過去や思い込みを手放して意識と行動を変えたことです。学んで分かったつもりになるだけじゃないの。実践して初めて理解したって言えるんです。子供の頃にやりたくてもやれなかったこと、無理だって諦めてきたこと、やっている人を見て羨ましく感じること、自分もあんな風になれたらいいなって思うこと、それがすぐにお金になるかどうかは置いといて、趣味でもいいからできる範囲でチャレンジしてみましょう。それが必ずあなたのエネルギーのパイプの詰まりを溶かして、スムーズに流れるようにしてくれます。そうするとね、宇宙からのサインもちゃんとわかるようになりますし、何より毎日が楽しくなります。知識を詰め込んで波動が上がった気になるより、本当に楽しいことをしてね笑っている方が何百倍も何千倍も効果があります。そしてね、お金を先に追いかけるからややこしいことになるんで、まずは楽しみを見つけましょう。やりたいことをね無我夢中でやって、そしてね人の役に立ったらお金って必ず入ってくるんです。そしてそれがね自分だけのためじゃなくって、誰かの幸せに貢献すればするほどお金は大きくなります。それが自分の喜びにもなるので、みんなが幸せ、もうウィンウィンなんです。だからね、何にもしないでお金が欲しいとか、行動しなくてもスピリチュアルで全部解決できるんですよね、宇宙銀行からお金が来るんですよねって、なんかずうずうしいって感じません？欲しがってばかりいる人にお金は入ってきません。教えてちゃん、かまってちゃん、くれくれ星人はもう卒業しましょう。あとね、この前ある方の LINE 登録をしたら、宇宙では出したお金が入ってくるんだから、何百万の口座とか教材を買えばあなたにも何百万入ってきますよって勧誘されたんですけど、どうなんでしょうか、これ本当ですかってね、コメントが来たんですけど、これをね自分で判断できない人がいるんだってことに正直驚きました。それじゃあカモにされちゃうよねって。今ねスピリチュアルを悪用したビジネス、本当にたくさんあって、でお金を稼ぐんだったらスピリチュアルが狙い目だとか、あと AI でね動画を作れば簡単に稼げるとか、あとバズった人の動画を丸ごとパクればいいだけなんだとかね、SNS とかで平気で言ってる人がいます。本当に今ねスピリチュアルのジャンルってお金目当てだけの波動の低い人たちがね結構入ってきてて、もう本当に無法地帯みたいになってるんですよ。だからね、もう適当に人の動画とかねサムネイルをパクっては自分の高額なビジネスに誘導したりね、もう本当に皆さん注意してください。だってね、スピリチュアルだけでお金がもし入るんだったら、そんな高い商材売る必要あります？その人がやってることはね、普通に時間とお金をかけて、商材とかねその販売のシステムを作って、でお金を稼ぐための行動、ビジネスをしてるだけなんですよ。スピリチュアルでも何でもないの。楽してお金が欲しいなんて思ってると、そういうずるい人のカモになるだけですから、本当に気をつけてください。良薬は口に逃がしという言葉があります。その甘いだけの言葉、本当に薬になるスピリチュアルですか？毒じゃないですか？そのスピリチュアルが自分にとって毒になるか薬になるか、自分でしっかりと見極める目を持ちましょうね。はい、いかがだったでしょうか。今回はスピリチュアルが毒になる人、薬になる人っていうテーマでお話ししました。ちょっとね厳しめのこともお話ししたんですけど、こういう話をしなさいってね上から降りてきたんで、おそらく今必要な方たちが多いんじゃないかなと思います。
私もね、なんかあんまり嫌われるようなこと言いたくないんですけど、もう家ってね、もう本当に毎日のように言葉が降りてくるんで、はい、わかりましたっていう感じでね、今回作りました。でも何かあなたに必要なね、言葉があったんじゃないかなと思うので参考にしてみてください。毒を持って毒を制すなんて言葉もありますけど、これが解毒作用になってね、皆さんが本当の自分に目覚めるきっかけになればいいなって思っています。では今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。